新しいアイデアが全く浮かばない、そんな風に自分を責めていませんか？ファッションデザイナー、ポール・スミスはこう言いました。どんなものからもインスピレーションを見つけることができる。もし見つけられないなら、それは君のものの見方が間違っているのだ、と。見方が間違っている。聞くと少しショックですが、これはセンスがないという意味ではありません。私たちは大人になるにつれ、世界をただの看板、ただの雑草と効率よく分類してしまい、見方が固定されているだけなのです。インスピレーションとは、空から降ってくるものではなく、目の前の当たり前を少し斜めから見た時の小さな違和感です。ほんの少し視点を変えるだけで、人生の解像度は劇的に上がります。世界はいつもあなたに語りかけています。さあ、今日から見方のスイッチを切り替えてみませんか？おい、そこの君。人生変えたくないか？元 NBA の伝説、マジック・ジョンソンはこう言った。君の人生を変えられるのは君だけだ。君の夢が何であれ、突き進んでいくんだ。なぜなら、君は幸せになるために生まれてきたんだから、さあ、今日から動こう。もし、2026年の経済変動を生き抜くための秘密が、400年前の地で書かれた書物の中にあったとしたら？私たちは宮本武蔵の戦術を数理モデル化し、彼の五輪の書がどのように現代市場での成功を予見しているかを検証します。17世紀の権威を確率分布に置き換えることで、絶対的な戦略的レジリエンスを実現するための統計学的公式を明らかにします。あなたの意思決定は、飽和した市場を生き抜くほど安定していますか？それとも空の境地を見落としていますか？私たちは武蔵の伝説的な哲学を現代のデータ指標で読み解き、不安定な経済シフトの中でも揺るがない戦略を構築します。表紙、タイミングの物理学と哲学的アンカーをいかに数値化し、競合他社に対して圧倒的な優位性を築くかを探ります。多くのトレーダーがアルゴリズムに頼る中、勝者は武蔵の17世紀の戦闘幾何学を武器にしています。私たちは古代の剣術パターンを現代の複雑な市場指標にマッピングし、勝利の統計的確率を導き出しました。経済変動の中であてずっぽうな取引を繰り返すのはもう終わりにしましょう。世界最強の剣豪が編み出した計算されたレジリエンスを用いて、2026年の金融市場を制する時です。毎日頑張っているのになぜか現状が変わらない。そう感じてしまうことはありませんか？実は成功や幸福の大きさは運や環境ではなく、ある一つのことに比例しているのです。これは米国の経営学者ダビッド・ J ・シュワルツの言葉です。預金の多さも幸福の大きさも満足の大きさもすべてその人の考え方の大きさに比例しているのである。驚くかもしれませんが、私たちの現実はまさにこの思考のサイズの写し鏡です。なぜなら困難に直面した時、自分には無理と諦めるか、どうすればできるかと考えるかで、その後の行動が全く変わるからです。思考の器を広げるのは筋トレと同じです。今日からできる3つの習慣をご紹介します。1つ目、どうすればできると自問すること。2つ目、理想の未来から逆算すること。そして3つ目、前向きな言葉を使う人の中に身を置くことです。今の環境がどうあれ、あなたの考え方のサイズを大きくすることは誰にも邪魔されません。今日という一日、少しだけ視点を広げてみませんか？あなたの考え方が変われば、世界は必ず広がります。7月7日は七夕、そしてカルピスの日です。1919年の今日、日本初の乳酸菌飲料として誕生しました。歌人俵町さんのこんな短歌をご存知ですか？カルピスを濃いめに作ってやるようなそんなだらしなさで愛したい、正しさや効率ばかりを求めていませんか？たまにはだらしなさという優しさで誰かを、自分を甘やかしていい。今夜は少し濃いめに愛の味を楽しんで。夜、布団に入った瞬間に襲ってくる過去の後悔。後悔しない生き方なんて到底できないから。せめてため息の分だけ明日を変えてやる。ため息はあなたがもっと良くしたいと願っている証拠。完璧じゃなくていい。ため息を明日の力に変えていこう。造形作家、絵本作家、上岡学さんの言葉でした。誰かが見ているから正しいことをするのか？それは真の誠実さではない。C.S. ルイスは言った。誠実さとは誰も見ていないところで行う正しい行いである。
カメラがあろうとなかろうと自分の心に恥じない生き方を。見えない場所でこそあなたの人間性が形作られているのだ。人類最強の男が人生で唯一むちゃくちゃ怖かったと語った乗り物。今日7月9日はジェットコースターの日。でもこの男には通用しませんでした。室伏広治。ハンマー投げのレジェンドがボブスレーに挑戦した時の言葉です。ジェットコースターくらいと舐めてたけど、やってみたらロケット並みじゃないですか。氷の壁を時速 140km で滑り降りる衝撃。体にかかる負荷はなんと戦闘機並みの 5G。 人類最強の男をもビビらせる氷上の F1。 皆さんも遊園地で乗るときはぜひ思い出してください。1962年7月10日、世界最大のタンカー日照丸が浸水しました。なぜこれほど巨大な船が必要だったのか。それは石油メジャーとの戦いでした。運河封鎖の危機を大型化で克服。自由貿易の道を切り開いたのです。出光佐三は言いました。愚痴をやめよ。直ちに建設にかかれ。不満を言うより未来を作る。今日から何を作りますか。敗戦から17年。日本は再び空を取り戻した。1962年7月11日。日本初の国産旅客機 YS-11 完成。戦後、航空機の開発を禁じられた日本。これは無謀な挑戦だった。開発の父、木村秀正は言った。私は飛行機を飛ばすのではなく、新しい時代を飛ばしたかったのだ。